あの頃の未来に僕らは。2008年、タイムマシンの発明により全てが明らかとなった。ドラえもんのタイムマシンはもう開発されている。タイムマシンって2008年だったのか。開発されてもろくなことに使われないだろうからこのままなくていいけども。鉄腕アトムが生まれた日、2003年4月7日。なのでその前日に新作4クールアニメを始めるといういきっぷり。ジョジョ6部で世界一受した2012年なんてとっくに過ぎちゃったもんな。ちょっと待って、ストーンオーシャンって1999年の漫画なんだっけ。そっちも驚きだわ。初代マクロスの新中式は2009年。広角機動隊の舞台は2029年。まだ追いついていないけどあと3年で広角機動隊が創設される。笑い男事件2024年ですでに起こっててきさ。早く電脳掲示板体験してみたいな。宇宙兄弟の1話に現実が追いついた。ムッタが前職を退職したのが2025年。2007年連載開始だからその時は18年後の未来を書いてた話だったんだな。京志郎2030の舞台はタイトルの通り2030年だけど、この世界では2025年に第三次世界大戦が終結している。2030年もすぐそこか。いよいよ男女隔離政策が始まる。漫画じゃないけど、100年後の未来世界を描いた SF 映画金字塔のメトロポリス。舞台は2026年である。セカンドインパクトが起きたのが2000年。初めての首都襲来が2015年。2015年、つれー、もう11年も経つのに二足歩行ロボットなんて夢のまた夢だし。1978年スタートの未来少年コナン。西暦2008年に起きた最終戦争から20年後となる西暦2028年が物語の舞台。電脳コイルが今年だけど電脳ペットは普及してないな。まずあのレベルで AR が普及してくれないとな。今のスマートグラスとか見てるとあと一歩だと思うんだけど。あれ、2022年発売のナーブギアは仮に可能だったとしても明らかに危険だし実用化はしないだろう。1990バツ年、世界は核の炎に包まれた。有名なのは北斗の拳のこれか。1999年かな。ノストラダムスの大予言だけどあからさまだからぼかしたんだな。だから最近の勝ちなんかは 2000XX 年になってる。ロックマンも最初は舞台 2000X 年だったな。今は 2000XX 年に変更になってるけど。アキラの舞台は2019年。翌年2020年にオリンピックが開催される設定で現実と一緒で予言って言われたね。母では年貢をさらに重く消費税を 10% に。母では年貢をさらに重く消費税を 30% に。時代が消費税 10% に追いついたので 30% に増税しました。そういう方向で現実に追いついてほしくなかった。つか現実がそれ超えそうなのがさ。最初の方は1997年に出たやつだね。ギャグのつもりだったのにな。特殊二課が箱舟に勝ち込んでから26年経ちました。1988年の作品で10年後の近未来が舞台だったけどレイバーと足歩行ロボットがそこら中の工事現場で動いてるなんてことはなかった。作業用に二足歩行ロボットである必要はないと思うけど技術アピールにはちょうど良いという後藤隊長のセリフがあったから。レイバーは未来的な技術である一方で一時の流行りでしかないものとも示唆されている。クランプの X も1999年だね。またいつか続き書きたいと言ってるけど絵柄変わっちゃったな。一巻発売が1992年だから震災関連なくてももともと間に合わなかったんじゃないかこれ。ドラえもんは2112年か。タイムマシンの登場から随分空くんだな。その前からロボットはあったろうけどね。セワシがのび太の孫の孫という設定がそろそろ厳しくなってきたと聞いたことがある。1985年に公開されたバックトゥザフューチャー。1985年と30年後の未来2015年を行き来する映画。広角機動隊の時代はまだだけど、前日譚の広角のパンドラの時代はもう過ぎてるな。2020年あたり。1968年公開、2001年宇宙の旅。シャトルにパンナム航空のマーク。パンナムが2001年を迎える前に亡くなるとは思わなかったんだろうね。この先太陽系すら出られるか怪しいなんて思わんかったろうな。鉄腕アトム原作漫画では確か1984年には人型ロボットが存在して人間と見分けがつかないくらいの人工皮膚の開発をしてたんじゃなかったかな。タイムマシンの使用で人間と同様の皮膚で覆われたターミネーターは2029年から1984年に送られてきた。これにはまだ3年の猶予がある。広角機動隊は社会情勢とかサイボーグ技術とかはともかくとして
1989年の時点でコンピュータネットワークの進化をあそこまでシミュレーションしてたのは大したもんだと思うわ。ドクター K の最終回。掲載当時は1998年で遥か未来の世界として2018年の世界が書かれた。後に2004年に続編の K2 が連載開始して2025年現在も連載が続いている。この漫画の時間経過はリアルに連動しているので本当に当時の最終回に追いつき追い抜いてしまった。ウルトラ Q 第19話2020年の挑戦。ケムール人の正体は2020年の未来からやってきた人類だった。そして現実の2020年にウルトラマン Z で2020年の再挑戦が放送されたという。制作当時1966年、ここまで続くとは予想してなかっただろう。星新一のショートも近未来のものが多いけど、ところどころ現在実際に起きてるのとかあって本題やべえってなる。逆転裁判シーズン1の放送年が2016年。逆転裁判1と同じ西暦。逆転裁判シーズン2の最終回が2019年。逆転裁判3と同じ西暦。妙なタイミングで始まったアニメだと思ってたらそんな意図があったんか。天国大魔教で物語開始以前に起きた大災害は2024年の11月に起きた設定。漫画じゃないけどエバーセブンティーンは発売当時の15年後の2017年に設定していたのにあっさり超えてしまったが、まだあるがこれ以上はネタバレなので割愛。 F1 に代わる21世紀のレースマシーンはよ。もうテレビシリーズどころか新作中の2022年すら過ぎちゃったよ。自分が生まれた時にはすでに過去だったけど、ほんまに1984年になっても歌人は当時いっぱいいたんだろうな。未来書いた作品でもスマホや携帯電話を予想してなかったのが面白い。当時予想されていた空飛ぶ車も宇宙旅行も実現できなかったけど、逆に携帯電話という名の万能ツールの普及は誰も予測できなかったのが面白い。ちょうど今ロックマンエグゼをプレイしててケットってスマホじゃんと思ってたところだった。ナビもシリとかみたいなもんだし。ペットも有線から無線、タッチパネル化とかどんどんスタイリッシュになってったな。未来は変わってるみたいな期待感があったから創作でも書かれてた感はあったと思う。思ったより現実は平和だった。科学技術も現実的に進化した。これは1960から1980くらいの高度成長&技術革新スピードがすごすぎて50年後くらいにはタイムマシンが出てきておかしくないみたいな時代の空気感だよな。今は宇宙の果てより異世界に行く時代だしな。ドラえもんの道具ってどんなに技術が発達してもあえて実現しないようなものにしてるってなんかで聞いたことがあったけど、そんなこともないんですね。結構実現してる道具ありますね。びっくり。漫画家さんが描いたキャラや有名人の動画は見応えありです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。